有名漫画家さんの下書きやネーム。秋元治先生のこちら葛飾区亀有公園前派出所のネーム。この段階でクオリティ高い。ネームなのにもう漫画として成立しているレベル。鳥山明先生、ドラゴンボール。最終回の一場面だね。ここまで書き込んでマシリとに没されたらそれ腹立つわ。鳥山先生はもしかしたら一瞬でこのクオリティのものを書くのかもしれないけど、躍動感がすごいね。ネームでこの迫力。字が可愛い。ご本人の書かれた文字なの？進撃の巨人の有名なシーン。マフラーを巻いてくれてありがとうのシーンね。マフラーを巻いてくれてホリケンって書いてあるのかと思った。ホリケンとしか読めなくなったじゃん。学マンの大場つぐみ先生辞典のネーム。もろにがもうひろしやんけ。小畑先生完成版と見比べると面白いね。蒲生先生版のもいいよね。同じプロでも構図の見せ方が違いすぎる。並べてみると面白いね。作画担当って言ってもどんな感じでやってるのかイメージついてなかったわ。すげえな。左が光の語源作者堀田由美先生のネーム。右が完成版の原稿。小畑はようやっとる。完全に信頼してるのがわかるね。文字だけの指示でこんな120点の構図をお出しされたらね。この紙シーン、ネームの指示は文字だけだったんだ。小畑先生やったすげえんだな。これは原先生のキングダムのネーム。ラフ内でも表情が伝わるのがやっぱプロすげえわ。鳥山明先生のあられちゃんも。さっきのもだけどこれネームかな。詳細に書きすぎてて美しい。下書きか？権威で前の下書きの可能性もあるね。ここまで精密だと。鳥山明って下書き描かないって聞いたんだけど、ネームの時点でこれだけ丁寧に書いてたらそら下書きいらんわな。うますぎる。手塚治虫が僕よりちょっとうまいよねって嫉妬したんだよね。これ出版された時はどうなってるの？この状態でも綺麗。没ネームだから出版されてない。もったいない。こちらがその神様のネームです。やはり名漫画家と呼ばれる人はネームからレベル高いわ。これネームなの？鳥山先生もだったけど詳細すぎる。下書きじゃない。お待ちかねの富樫先生。下書きとして見たらしっかり描かれてるんだが。こっちは本誌に掲載されたネームです。単行本では漫画家の真っ白の2コマにカイトとの回想シーンが入ってるんだよね。水沢めぐみ先生の姫ちゃんのリボンのネーム。お、すごい。ラフに描かれてるけどすごく上手でどのシーンがすぐわかるのがまたすごい。これは誰のネームでしょう？高橋留美子先生のうるせいやつらか。ネームだけどこのまま読めちゃうな。結構性格出るんだね。ネームって。キャプテン翼のネーム形式での連載ってすごいことするなって思った。原作に専念しては誰かにお願いする形にはしなかったんだね。そのやり方もできるけど本人的にそうするとそのチェックも必要になるから時間取られるのがネックで完全ネームだけで続けていくのかも。ネームがあるからいつかのいつかは周りがそうやって完全版を売るだろうけどね。さっきのハンターハンターみたいに漫画雑誌で間に合わなくて下書き掲載ってよくあることなの？銀玉でもあったよね。銀玉は普段から単行本とかで空知先生が締め切りギリギリとか言ってたからついにかくらいにしか思わなかったな。呪術廻戦もそうかな。これでハンターハンターを思い出す人多くてツイッターのトレンドにハンターハンターがあったような。この後に3話掲載してしばらく救済してたあたりからだ。やばかったんだろうけど。これはじめ速さの演出だと思ってた。誰それの術式の演出なのではと考察勢がいたけどそんなことはなかったのが思い出に残ってる。ヒロアカのこれも連載当時そういう演出家って疑われてたやつ。これ全然違和感なかったわ。あるよね。シーンにマッチしすぎてて気づかないパターン。熊の過去は味があってよかったよね。荒っぽい感じが内容に合わさってすごかったな。扉絵に筆入れ間に合わなくて下書き掲載ですって書いててハンターみたいな感じなのかなって思ったらシナリオと噛み合った絵柄になっててありだなってなったわ。あれはあの回は単純に落としかけたんじゃなくて表現が難しい話だからネーム試行錯誤したんだろうと想像がつくからな。正直本試験裁判の方が気迫みたいなのがあった。辛いシーン書くときは筆がいつもより進まないみたいね。しかし下書きでもかなり出来上がってて読んだ当初は普通に演出だと思った人多いよね。下書きの方が心のぐしゃぐしゃ感出てるんだよね。単行本版は比べるとすっきりして見えてしまう。下書きすらできずにコマの中にプロットを文字で埋める暴挙に出たバスタード。これは新しい。ルロケンもやってたけど下書きでもうめえって思った。ルロケンの下書き綺麗だな。あんまりごちゃごちゃ描かないタイプなのか。こういう例で出てくるのが人気漫画ばかりなのを考えると当然ながら普通は許されることではないんだろうな。
ハンターハンターの下書き掲載が有名なのは知ってたが意外とたくさんあるんやな。とは言っても単行本に下書き掲載のまま収録したのは後にも先にもハンターだけだけどね。でも富樫の下書きって味があって好きなんだよな。ヒロアカもあったな。結構な見せ場で。ヒロアカの下書きすごいと思った。漫画家がどんな風に漫画描いてるのかが少し見えてくるから下書き掲載は割と好き。ただ単行本買わない人から不満が出るのもわかる。ブラクロは下書き時点でかなり綺麗だったな。ブラクロはそもそもネームの段階でかなり書き込むタイプだからな。そら時間もかかる。最近ならブルーロックでもあった。下書き上手すぎて新しい表現方法だなとか思ってた自分滑稽で草。これはある意味貴重なものが見れたので、それはそれとして休んでほしいと思ったよ。ジャンプ以外で下書き掲載許してるところあったっけ？サンデーとマガジンも一時期読んでたけどその頃は一度も見かけなかった。下書き許してるってのもおかしな言い方よな。作者が間に合わない救済代行も無理なんて状況を読者に見せるのは編集側の恥だと思う。印刷所とか編集長からも、どうなのあがんの、部数変わるよ、などとめちゃめちゃプレッシャーをかけられ、健康より原稿をやってたのがジャンプ。多分下書き掲載の時は印刷所に編集者が平謝りとかしてる。乗らないなら買わない層はいるから確かに部数変わるわ。無理やりでも載せねばならない苦悩が見える。マガジンはないけど、その分6ページ程度だけ連載するとか作者9秒とかはジャンプより多い。アフタヌーンの波を聞いてくれであった。先月に休載した後だから休めなかったんだと思う。ネーム、下書きが思ったよりアニメーターみたいなさっぱりした線で驚いた。本編のザクザクっとした絵柄は手癖じゃなくて工夫して描いてるんだな。リボンのフルムーンを探しても下書き掲載あったな。月刊誌だったし初めて見た時はびっくりした。アリナッチ体調不良の時だっけ？下書きでこのクオリティなんだ。うまいな。ネームのようにしか見えない絵が達也の仮面ライダー。これリアルタイムで見てたよ。なんとも言えない気持ちだった。ネーム見てもしかしてこち亀の漫画家さんってむちゃくちゃ真面目な性格なんじゃって思った。連載中、1回も原稿を落とさなかったんだよね。ストック原稿もあったとか、週刊連載で。字も読みやすいね。フォントみたいなのに手書きだった。こち亀1回も下書き掲載なしとか聞くとひたすらすげえな、という気になる。分業してるのもそりゃあるだろうけどそれでもやりきったのはすごい。こういうのってなんか特別感あっていいですよね。下書きでもネームでも続きが気になる漫画は出てくれるだけで嬉しい。ガラスの仮面に至ってはテキストベースでもいいんです。新連載時の表紙でいろいろ言われてた作品を集めた動画も興味深い。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。